ペンネーム正人さん、50代の男性から届いた相談です。和尚様はじめまして。和尚様は運命を信じますか？私は仕事もお金もなく、財産も家も取られました。夢も希望もなく、絶望しかない中でそれが自分の運命だと。運命というものを信じますか？そうなるようにしたのは自分の責任だ。その結果だと言われると思いますが、それが運命なのでしょうか？絶望しかない運命の先は、やはり絶望なのでしょうか？運命と宿命という言葉があります。宿命という言葉は、宿命の宿ですね。これは屋根の下に人が100人と書きますね。運命というのは運ぶという字を書きますね。屋根の下に人が100人いる命。それが宿命。運ぶ命。これが運命です。この宿命と運命ということの違いを私たちはよくよく知っておかなければならない。宿命とは何か。宿命とは自分がどこの国に、どんな両親のもとに、いつの時代に生まれてくるのか。それが宿命だと思ってください。私たちが選択して、努力して何とかなるものじゃない。私たちのこの耳の形、鼻の形、口の形、背格好。こういったものは自分が生まれてくるときに何一つ選択することができなかったわけですね。いつの時代に、どこの国に、どんなお父さんとお母さんのもとに生まれてくるか、これは自分で決めることができなかったわけです。それは宿命です。運命とは、命を運ぶと書きますね。私が今、この動画を撮影しているのが午後の2時ぐらいなんですけども、この後、晩ご飯何を食べるのか。これは私が自分で決めることができますね。私がどこか旅行に行きたいと思ったら、これは自分で決めることができますね。私が何か仕事をしようと思ったら、どんな仕事をするかなって自分で選ぶことができます。私が誰か彼女が欲しいなと思ったら、どんな彼女と付き合うかっていうことは、もう私が選ぶことができますね。もちろん選んでその人と付き合えるかどうかわかりませんが、少なくとも、この人とはお付き合いしたくないなとか、この人とお付き合いしたいなって、それを自分で決めることができますね。そう。自ら、今日何を食べ、どこに行き、どうやって時間を過ごすか、どんな仕事をするか、これは自分で選ぶことができるわけです。つまり、私のこの命をどう運んでいくかっていうこと。で、これは自分の選択、また努力っていうことができるものですね。これが運命です。世の中には2つのことがあります。自分で選択、努力できることと、自分で選択、努力できないこと。世の中には2人の人がいます。選択、努力できることを見ている人と、選択、努力できないことを見ている人。人間の人生っていうのは、過去に生きた人たちを見ると、本当に興味深いということがわかります。下層農民の出身にして、日本の天下を取った人がいます。太閤秀吉という人ですね。そう。社会の身分というものが
今以上にはっきりとある社会に生まれて、仮想の農民に生まれて、でも天下統一を成し遂げた太閤秀吉。一方で地方の王族に、地方の武士に、武家の王国に生まれて、そして将来王子としての約束をされていながら、すべての財産、すべての地位を捨てて、出家した人がいますね。お釈迦様です。仮想農民という、お金もない、名誉もない、財産もない、というところから、成り上がって、城に入った秀吉。生まれた時にすでにお金もある。当時お金というものはどうかわかりませんが、豊かな暮らしが保障されている。城もある。それを全部捨てて城から出て行って無一文になった人。それがお釈迦様です。宿命と運命。全く正反対の宿に命を宿して、全く正反対の命を運んだ。正人さんの問題は何かというと、いろいろと勘違いをしていること。それが問題です。思い違いをしている。私は財産も家も取られました。そうおっしゃいますが、財産と家は自分で得たものですか？その財産は自分で作ったものなんでしょうかね。その家は自分で建てた家ですかね。私も正人さんこれ以上のこと書いてないので詳しくはわかりませんけども、おそらく正人さんが取られましたというこの家とか財産というのは自分で作ったものなのかなっていうのが思います。それなぜかというと、自分で家を建てた人、自分で財産を作った人、ひょっとしたらそうかもしれませんが、その人は家と財産を失ってもまた作ることがおそらくできると思うんです。正人さんが仕事もお金もなくと言いますけど、これ仕事してなければお金はないですよね。入ってこないですよね。これは別に絶望することじゃなくて当たり前のことじゃないでしょうか。そして世の中には仕事って全くないでしょうか。求人広告フリーであちこちに置いてありますね。その中から何か一つ見つけて、それを1ヶ月続ければ、人一人何とか生活していくという給与はおそらく入ってくるでしょう。今のこの日本では。さて、処方箋です。正人さん。運命を信じるか信じないかという質問を私にしてこられましたが、運命というのは信じる信じないではないんですよ。今日、正人さんが何をするか、信じるものじゃないんです。運命というのは、今日何をするか、それが運命なんです。今日私は牛丼を食べるということを信じますって言いますか？今日私はスーパーに買い物に行くということを信じますと言いますか？何か言葉のイメージとか
言葉にとらわれて、そして具体的に今日何をするかということをおろそかにしてしまう。こういう言葉遊びをやめましょう。人生というのは言葉遊びではないんですよ。今日何をするか。お金がなければ、仕事がなければ、仕事を探せばいい。この仕事は自分に向いてない。こんな仕事をしてても将来つながらない。この仕事は大変だ。そう言ってたらお金は入ってこないんです。お金があれば選択肢が増えます。お金がなければ選択肢は少なくなります。それは事実です。だったら選択肢が増えるように、まず1円稼ぐことですね。1円稼いだら10円稼ぐことです。何も大きいことを考える必要はないんです。1ヶ月働いて10万円いただいたら、その中で9万9千円で生活したら1000円残ります。それを2ヶ月続ければ2000円残るようになります。それを1年続けたら1万円、1万2000円残りますね。そう。生きていくということは、足し算と引き算が分かればいいんです。自分の運命、この命を運んでいくということは、今日いただいたものの中から生活できればいいんです。そしたら生活が成り立つわけです。人生は見ている方向が違えば見える風景というのは全く違うんですね。自分の運命に絶望したという人はないものを見ているんです。自分の人生に絶望しない人というのはあるものを見ているんです。正人さん、何もないですか？お金がない、家がない、仕事がない、財産もない。じゃあ時間はどうでしょう？時間ありませんかね？私にこうして相談のメールをしてくるということは、パソコンかスマートフォンはありませんかね？正人さん、声は出ませんかね？正人さん、歩くことはできませんかね？正人さん、自分の食べるお米を3キロ、5キロ袋を買ってくることはできませんかね？それを運ぶことはできませんかね？そう。ないものを見続けて、ないないという人。あるものを見て、これがある、これがあると発見していく人。宿命は選ぶことはできない。でも、運命は自分で選ぶことができるんです。ないものに目を向けるんではなくて、あるものに目を向ける。そして、運命という言葉を信じる、信じないと。そんな言葉遊びで一日を過ごすんではなくて、今日、求人広告をもらってきて、その中から、あれだけたくさんある求人広告の中から、一つに電話をする。そこがダメならもう一つ電話する。そこで受けてもらえならもう一つ電話をする。それをすることはできませんでしょうかね。人生というのは、絶望するという選択もできるし、小さく希望するという選択もできるんです。それもまた自分が決めることです。ないものではなくて、あるものに目を向けてください。必ず動けば、小さくてもそこにお金が発生します。お金を得れば選択肢が広がります。
この繰り返し。それが運命です。運命は信じるものではない。信じるという言葉は遊びではないんです。今日、どんな選択をするのか。今日、何をするのか。それが、明日、1年後、10年後を作っていく。これが運命です。